紳士淑女の皆様、こんにちは。マダムスチーム長期夫人です。2025年1月24日金曜日、大阪市北区中之島の大阪市中央公会堂にて、唐沢屋ギガさんと黒木羊さんの結婚式が開催されました。結婚式の参加者はなんと200名以上。しかも会場となる大阪市中央公会堂は大正時代のネオ・ルネッサンス様式の大変価値ある歴史的建造物です。国指定の重要文化財となっております。大正時代の1918年に竣工ということで、スチームパンク時代にぴったりです。日本のスチームパンカー垂涎の建物なんですね。中央公会堂3階にあります中集会室は、天井が高くて豪華なシャンデリアも下がっていまして、まるでヨーロッパの宮殿を思わせる内装です。そんなゴージャスな会場には、日本全国から結婚式に駆けつけたスチームパンカーたちが200名以上。スチームパンク界でも数ヶ月前から話題沸騰の結婚式となっていました。さて本日の主役は、花嫁の黒木羊さんと花婿の唐沢屋ギガさんです。スチームパンク世界でお二人をご存じない方はまさかいらっしゃらないとは思いますが、一応ご紹介させていただきますね。黒木羊さんは創作系のコスプレイヤーで、喫煙具であるベイプのリキッドやグッズを販売されています。容姿端麗、性別を問わないモデルとしても有名で、様々な人物に扮していらっしゃいます。スチームパンク的には空賊ウィルというキャラクターが有名かと思います。個人的に羊さんとは作品を交換し合ったりして、ずうずうしくも勝手に友人だと思っておりまして、以前より交流させていただいております。そして花婿の唐沢屋ギガさん、このマスク姿と長い爪でご存知だと思いますが、妖怪ギガとしてイベントなどで活躍されています。このように悪役連合の活動も有名ですね。またサバゲイベントのチェンジサバイバルゲーム、略してチェンサバの運営にも関わっていらっしゃるだけでなく、参加型会談イベント井戸端会議の主催もされています。そんな社交的で顔の広いお二人の結婚式なので、このように200名もの方々が参列する大規模な結婚式となったわけです。通常の結婚式、家食のテントはかなり違っておりまして、会場にたくさんの作家さんの出展ブースがあったんですね。スチームパンク関係のアーティストが多かったかな。参列者の皆様はグッズを購入するなど、お買い物も結婚式で楽しめるという画期的なイベントだったんですよ。私も長年の知り合いの作家さんたちと久しぶりの再会で、もう同窓会状態でした。ハグや握手の嵐でしたね。販売ブースがある結婚式って前代未聞だと思うんですが、参列者が楽しめるようにと考えてくださったお二人に感謝しかありません。それと普通の結婚式と違うもう一つの点が、イベント盛りだくさんの披露宴ということ。通常花嫁花婿はメインテーブルに座って静かにニコニコしているというか、花嫁さんのお色直しぐらいしか席を立たないじゃないですか。でもね、お二人が積極的に盛り上げてくださって、いろんなアイデア満載の披露宴でした。人前式では、この結婚ちょっと待ったなんてハプニング的な遊びも入りました。黒木羊さんと唐沢屋ギガさんの二手に分かれて、どっちが盛り上がるかみたいなゲーム的展開もありました。人前式の後の武器アーチです。参列者が持ち寄ったスチームパンクな武器、おもちゃの刀、サーベル、銃などの武器を掲げて、その下を新郎新婦がくぐり抜けて歩くというイベントです。これもみんなでリハーサルをやって準備万端で挑みました。私もステッキで参加しましたよ。それからステージでのパフォーマンス、マジックあり、大道芸あり、ミュージックあり、様々なアーティストがお二人のために素晴らしい技術を披露されました。なんと舞踏会まで開かれたんですよ。激しくステップを踏むことは会場の関係でできなかったのですが、参列者が2列に並んで簡単な振り付けで手を取り合ってくるくると回る社交ダンスを楽しみました。これも大いに盛り上がりましたね。こんな風にお二人が創意工夫して
企画してくださったイベント盛りだくさんのお式でした。参列者の皆さんも笑顔にあふれていて、会場一体となった良い雰囲気でしたよ。各イベントの合間には参列者観覧の時間も用意されていて、友人同士久々の再会を喜んだり、おしゃべりしたり、お買い物をしたりと自由に過ごせる時間もありました。イベントと自由時間のバランスが非常に良くて、本当によく考えられているなぁと感心しました。途中特別室の見学もありました。こちらは創建当時は貴賓室として使用されたお部屋です。天井や壁面には日本神話が描かれていて、窓には鳳凰がデザインされたステンドグラスを見ることができます。和洋折衷の豪華なお部屋でして、参列者の皆さんは芸術品のような室内でたくさん写真を撮っていましたよ。私も動画を撮ってみました。本日の服装は19世紀末スチームパンク時代の昼の清麗装、塩ビ服、モーニングコートですね。それとグレーのトップハットにストライプパンツ。お二人に最上位の敬意を払って清麗装で参列しました。ここからは私のスチームパンクの古い友人たちを Vlog 的にご覧ください。撮影と公開の許可をくださった皆さんありがとうございます。こっちか。こっち。はい。和野くんのお店でーす。イエーイ。みんなすごいよこれ。ネクタイ。ほら、見て。すごい。動画。ミロさんです。こちら力作のこれキセルになりますか、パイプですかね。すごいです。この造形見てください。この造形美しい。ありがとうございます。あつこさんです。もうね、知らない方はいませんよね。スチームパンク界のもう女王様と言ってもいいかもしれません。この貫禄ください。美しいですよ。今日はですね、ちょっと新色の袴がメインな感じで、ちょっとお祝いっぽくなるようにと思って、プレゼントしました。ジャの感じのジャパニーズ。そうですね。スチームパンクカメラマンです。フォトグラファーの赤月さんです。今日も持ってますよ。こっちはもう。今回いらっしゃったアランくんです。ミスターアランくんです。Okay. This is What is this? ここでちょっと補足させてください。シルバーアラン君は香港の革工芸のアーティストで、2016年に初来日されて以来、個人的にもずっとお付き合いをさせていただいております。実はね、このようなサイバーパンクな銃だけではなく、今回の結婚式の花嫁羊さんの結婚式用の鎧、ウェディングアーマーを制作されました。美しさと勇ましさを兼ね備えた素晴らしい作品でしょ。アラン君は卓越した才能を持った芸術家なんです。もうスチームパンク歴も長いですし、もちろんパフォーミング歴も長いです。素晴らしく見たかった。ちょっと誰かがねアップしてくれると思うんで。5分しかないから動画どっかで上がると思います。やっぱりね、ひよこさんにはね、もうちょっと長いステージが必要で、見てください、このスチームパンクな獅子舞でございます。素晴らしいですよね、この出来。見てください、ちょっと近くで見えますか？ちゃんとね、お口パクパクするんですよ。ほら、お耳くるくるしたりして。はい、ちょっとみんな自己紹介して、こっちから順番に。はい。はるかで次。本当だよ。次。横です。はい、次。ジャックです。イエーイ。黒持と申します。黒持さんです。素晴らしい、かっこいいです。めっちゃフォローしてます。めっちゃフォローしてる。YouTube もするのですか？いいですか？ありがとうございます。黒持さん、もうすごいかっこいい鬼さんですよ。ありがとうございます。みなそこピアノって言います。はい、ピアノさんです。多分ね、Twitter とかでお写真拝見したことあるぐらいですかね。ありがとうございます。美しいですよ。今日もほら、見て。バスルスタート。素敵です。ありがとうございます。です。最後の閉会の様子です。たくさんの方が祝福の拍手を送っていますね。この幸せな雰囲気に感激して涙ぐんでる方もいらっしゃいました。私も胸が温かくなるような気持ちになってグッときましたね。本当に良いお式でした。最後にこのお式を盛り上げてくださったスタッフの皆様、そして新郎唐沢やギガさんと黒木羊さんにミニインタビューをさせていただきました。
ただ、スタッフの皆様、会場を忙しく走り回っていらっしゃって、全員にお話を伺うことができませんでした。本当に申し訳ありませんでした。すみません。悪役連合兼ギミックロックカノンと申します。カノンさんです。以前のね、シルバーの動画にも出演していただきました。今日、参列者どのくらい来てるんでしょう？今日参列者はですね、出店者様、参列者様全員合わせて、だいたい200名を超えております。とても大きな式です。200名ですか？はい。いや、もう大盛況ですね。ねうわー、今日はスタッフでっていう、参加ということで、もう本当に朝からお疲れ様です。ありがとうございます。はい。はい、塩さんです。はい。ありがとうございました。本日二人のために集まっていただいたり、ね、来ていただいたりして、はい。兄としても嬉しい限りです。はい。はい。ご準備とか大変だったんじゃないですか？じゃあ、表せれないぐらい。今ね、実はね、もうね、この結婚式終わりで、もう感無量で胸がいっぱいの様子の塩さんをインタビューさせてもらってます。有沢からです。お二人ともご結婚おめでとうございます。準備で細かいことをたくさん言いましたが、本当に楽しい半年間でした。今日が無事終えられて、とても嬉しいです。本当におめでとうございます。また遊んでください。いや、本日、黒木、唐沢さんの結婚式、無事、終わることができまして、本当にね、それにつきますね。実は、唐沢さんはもともとサバゲーマーということで、やられてで、黒木さんはその、レイヤーといいますか、オリジナルの創作レイヤーで活動されてる。スチームパンクとか、いろいろされてる中で、そのたまたま悪役っていうきっかけで集まることがあって、じゃあうちたち、その悪役連合の、ちょっと前の名前にはなるんですけど、悪役紹介とか、そういう、団体をやりましょうって話になったっていうので、繋がったと言いますか、そういうことがあったんです。で、それで彼と悪役連合が今年で8周年になるんですけども、その期間を得て、やっと二人が結婚するという、悪役が繋いだ。っていうことですね。この結婚式に至るまで、いろいろ大変だったんですけど、とりあえず無事終えることができて、今一番ホッとしております。これからも喧嘩せず、仲良くやってください。僕からもうそれ以上に。すごいたくさんの方が来てくださって、で皆さんね、すごいところで活躍していらっしゃったりとか、すごい衣装で来てくださいましたね。日本各地から来ていただいて、本当に多くの方に、ね、接続いただいて、本当に幸せな限りでございます。ありがとうございます。私は、唐沢さんと一緒に、たくさんの人といろいろコラボしたり、楽しいこともっともっとやっていきたいなと思います。はい。私もね、楽しいこといっぱいやっていきたいですけども、のんびりしたね、2人の時間もちょっと作って、じっくり絞って楽しいことも絞って、仲良く過ごしていけたらなと思ってます。はい。本日は本当におめでとうございました。こんな素晴らしい結婚式に参加させていただきまして、新郎新婦のお二人、スタッフの皆様方、参列者の皆様に感謝しかありません。閉会後外に出た時は日もすっかり落ちて、中央公会堂も美しくライトアップされていました。13時の式場会場から18時の閉会式まで5時間の結婚式があっという間でした。唐沢やギガさんと黒木羊さんのますますのご活躍、ご健勝をお祈りします。改めてお祝いの言葉を述べさせてください。この度はご結婚誠におめでとうございました。